おはようございます。さすらいサーフ TV のカナンです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回はですね、ちょっと茨城に久しぶりにプチトリップに行ってきたんですけど、その様子を DJI から新発売となる Osmo Action 5 Pro で一日撮影してきました。で、Osmo Action といえばですね、ちょっと前に Osmo Action 4を、レビュー動画、比較動画っていうのを出させてもらったんですけど、その時からめっちゃ気に入って使ってて、普段使いもサーフシーンでも使ってたんですけど、そんな中で今回、Osmo Action 5 Pro が新発売となります。様々な部分がバージョンアップして今回、5 Pro ということでプロ仕様になったということなんですね。なのでプロのクリエイターが仕事現場で使えるような高性能カメラ、そしてアクションカメラとしてもすごく進化しているので、そういうところもちょっとお伝えしながら、その中でも私は普段使いだったりとか、そのサーフィンで海の中で使うっていうことにちょっとフォーカスしながら今回動画撮ってきたので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。でね、その前回その Osmo Action 4を、比較動画出させてもらった時に結構好評で、やっぱみんなアクションカメラ気になってるんだなってすごく実感したし、今回はしかもね、その Osmo Action 新発売の Osmo Action 5 Pro はですね、発売前に特別に先行して提供してもらって撮影してっていう感じなので、日本ではサーフシーンではサーフィンの映像は初出しとなります。おそらく日本史上初の、Osmo Action 5 Pro でのサーフィンの映像だと思うので、貴重な特別な映像になってるかなと思いますので、はい、ぜひ見てもらって少しでも皆さんの参考になったら嬉しいです。最初にグッドボタンと登録まだの方はチャンネル登録もしてから見ていただけたらと思います。着きました。でもすっごい面はクリーンだけどちょっとちっちゃい。ここはちょっとうねりかわすポイントだからちょっとちっちゃいですね。移動します。着きました。ああ、綺麗。こんな感じ。やっぱさっきの時よりさ、いいね。めっちゃ面綺麗です。でもショートでもできそう。でもミットの方が引っかかるかな。でも結構つながってますね、あれとか。でも綺麗。わあ、すごい、あれめっちゃいい波。これで入ります。じゃーん。ということで板は DHD のインターセプト。久しぶりです。めっちゃ。ちなみにサイズはね、これ610あるの。21と4分の1、2と4分の3の45リッターだからちょっとドルフィンはきついんだけど、でこれのミック・ファニングのツインスタビ、このスタビがちっちゃいやつねがついてるんだけど、これない方がね、なんかすごい動く感じがしていつもツインで乗ってます。で DJI のサーフボードマウントをつけました。これ前回も言ったんだけど、ちょっとここの突起があるから収納する時になっていうのがあったんだけど、このミットだったら長さがこれだけでかいから収納する時に他の板と干渉しなくていいなと思って、これその3ヶ月前ぐらいにレビューした Osmo Action 4、今撮ってる5の1個前のモデルになるんですけど、ちょっとこれで説明するね。形は全く一緒なんで、口に加えるバイトマウントもあるし、これ一回外してここにカチャンってサーフボードマウントとして使えるっていう感じになってます。はい、暑い。めっちゃ暑いんだけど、なんか今日はさ、そんなピーカンじゃないんですよ。結構曇り空なのにめっちゃ暑い。汗が止まんないんだけど。
てなわけで準備できまして、はい、今日はね久しぶりのミッドレングスっていうことで、波すごい今メンツルだったんだけどブレイクが早そうな感じがしたの。だからちょっと早めに引っ掛けて、このミッドでも大きいターンできるようにちょっとやりたいなと思って練習したいなと思います。最近波もあったしずっとショートボードばっか乗ってたんですけど、たまにこういう大きい板とか乗ると調子も良くなるし、なんかこの刺激にもなるし、結構調子良くなる傾向があるので、ちょっと今日は楽しみながらたくさん乗りながらやりたいと思います。今回そのさっき言った DJI の Osmo Action 5 Pro で今撮ってるんですけど、もともとその4のレビューした時に音声が結構いいって言ったと思うんですけど、すごく音声が綺麗に撮れるの。でも今回はさらに DJI のマイク使ってるからすっごい綺麗に音声さらに撮れてると思うんですよ。でこの Osmo Action 5 Pro だと最初にペアリングしとくと、もうピッてレックボタンを押すともうマイクが勝手に起動されて音声取れるっていう感じでね、マイクを2個まで設定しとけるの。なので、今回はこのマイク付きで今は撮ってるんですけど、これ海の中には持っていけないから、海の中で喋ってる音とか海の波の音とかはこの本体の内蔵マイクで撮るので、それの音声とかもちょっと確認しながら、あと本当画質も綺麗だと思うので、今回はこの DJI の Osmo Action 5 Pro と、あとは DJI のドローンも私持ってるので、ドローンはケンちゃんに操縦してもらって、ドローンとこの5 Pro と2台体制で撮影していきたいと思います。とりあえず私はサーフィン楽しむっていうのを目標にやっていきたいと思いますので、サーフィン行ってきます。すごい船みたいです。めっちゃメンツルでさ、なんか見えないんだけど波が、そんくらいメンツルやば。ショートだと絶対抜けれないんですけど、これの加速力でめっちゃ走ったので、スピードで過ぎて最後はここ走らなきゃってとこが前から来たのにそのまま突っ込んじゃった。
はい、ということで海上がりまして、いやーちょっとね決めきれなかったな。結構いい瀬戸は結構乗れたんですけど、なんか久しぶりにミット乗ったから、なんかこのライン取りがマジでダメだった。なんかショート癖がやっぱついてて、なんかそのさ、もっと大きくなんかサーフィンしなきゃダメだなという反省点はあったんですけど、まあでもやっぱすっごい私アウトにいたの、誰よりも。でも引っかかるんですよ、板。ほんとバーってパドルするとすごいから、いやその感じはめっちゃ気持ちよかった。やっぱアウトからさ乗るって気持ちいいよね。ちょっとね反省点はありつつも楽しかったです。そうどうでした映像。あとドローンもあったと思うけど、今回このオズモアクション5プロで撮ってたんですけど、どうでした？やっぱね、でも5プロになってサーフィンで使ってるのをちょっと言うと、本当に起動が早いんですよ、このオンオフの。でオズモアクション4の時もめっちゃびっくりしたの。なんかつけた瞬間トゥルーンって起動するのが超速くて、やっぱサーフィンって波来たと思ってピッて押すんで、その起動がめっちゃ速いのがいいなってもう4で思ってたんだけど、なんかねさらに速くなった気がするし、なんかヌルヌル感がすごい。こうヌルヌル感っていうのはそのタッチとかこう動き、機械自体の動きがすごい滑らかで、なんかわあすごい高性能なカメラだなっていう感じがめっちゃする。あとバッテリーも5になってめっちゃ長くなったの。4時間なの。だから今日朝からずっと撮ってるのにまだ 50% ぐらい残ってて、だいたいもうこんぐらいで切れるような感覚なんだけど、1個のバッテリーでまだまだ持ってます。すごいよね。やっぱバッテリー何回も変えるって結構めんどくさいんで、それはすごい嬉しい。そんなわけで、サーフィンしたら腹が減るということでね、茨城来たらよく来るとこなんですけど、ちょっとご飯食べに行きたいなと思います。もうトリップはそれが楽しみですからね。はい、ということで鹿島神宮の構内にあるちょっと一休みだけなお蕎麦を食べに来ました。でも今日土曜日だからもしかしたらちょっと並んでるかもしれん。天ぷらそばが食べたい。もうメニュー見なくても天ぷらそばの大盛りって決めてるんです。一休みです。じゃーん、来ました。湧き水天せいろそばの大盛り。ごちそうさまでした。ケンさんも綺麗に食べましたね。ごちそうさまです。いやー腹いっぱいじゃ。なんかね、ここのお蕎麦すごい好きなの。あんまお蕎麦外で食べに行ったりしないんだけど、なんかこの茨城の鹿島とか南の方来るとなんか食べたくなるんですよね。すごいさ雰囲気もいいし、ぜひ皆さんも行ってみてください。なんかお蕎麦が歯ごたえがあって満足感もあるし、天ぷらもカリッと揚がっててね、すごい美味しいんです。でも天ぷらそばしか食べたことないけど、いやーそば食べたらなんか甘いもの食べたくなっちゃったな。スタバでもいいけどね。スタバ寄って帰ろっか。はい、ということで今回は茨城にプチトリップ行ってきて、DJ のオズモアクション5プロでちょっと撮影してみたんですけど、皆さん映像いかがだったでしょうか。ちょっと私の使ってみての率直な感想だったりとかレビューをちょっとお話ししたいと思います。まずね、そう動画でも言ってたと思うんですけど、バッテリーが4時間取れるようになったんですよ。これって本当にすごいことで、アクションカムを普段あんまり使わない方だとピンとこないかもしれないんですけど、すごいんです4時間って。で今回朝から夕方まで撮影して一つのバッテリー使い切らなかったんですね。でそれってマジですごくて何回も言うけど、本当にバッテリーをやっぱ途中で切れて交換するって実は結構プチストレスなので、そういった面でもバッテリーが長くなったって本当に嬉しいし、すごい進化だなと思います。あとは内蔵ストレージが今回追加されたんですよ。普段使いということで考えても結構ね、いざ使いますってやって持ってって、やっべえ SD カード入れるの忘れたって結構あるあるなんですよ。なので実際使ってみると助かるなってめっちゃ思うと思うんです。分かると思うんですけど、その内蔵ストレージっていうのもすごく嬉しい。あとはね、やっぱその DJI のオズモアクションの本当前回オズモアクション4をレビューした時も言ったと思うし、それが本当特徴だと思うんですけど、動きタッチパネルの操作性とか、あとは起動とか、めちゃくちゃ速いんですよ。スマホみたいにぬるぬる動くし、
あとは海の中でこう水滴がついた状態、水の中でもその誤作動とか変に動いちゃったりとかすることもないし、サーフィンって私みたいにノーズにこうやってつけて自分のライディング取るっていうことで絶対サーフィン自分のことを客観的に見て成長するレベルアップできると思ってるんですけど、そういう時にいざ乗りますって言って波が来ましたピッて押しても軌道が遅いカメラだと最初の方撮れてなかったりすること結構あるんだけど、そういう撮り漏れもないし、本当軌道の速さってすごく大事。アクションカメラってその時の瞬時に撮りたい、それを記録したいっていうのも結構強みだと思うんですよ。それが収められるっていうのが。で、サーフシーンだけじゃなくても鳥が飛んでるって思った時にパッて撮ったり、今回行きのシーンかなで飛行機をね一瞬撮ってるシーンがあると思うんですけど、あれも全然カメラ起動しなかったんだけど飛行機だと思って瞬時に撮ったんですよ。でもオズモアクションじゃなかったら撮れてなかったと思います。そんぐらい一瞬でつくからギリギリを抑えられたっていう感じなので、それが結構アクションカメラの良さでもある中でのこの軌道の速さっていうのがあるので、本当にそこがオズモアクションの良さだなと私は思ってます。あとは、何よりね今回耐久性がアップしたんですよ。ケースなしで水深 20m までいけるっていう風に、水の中の耐久性が上がりまして、アクションカメラって言ったらやっぱどんなシーンで使うかって言ったらタフなシーンで使うっていうのが、アクションカメラだと思うので、しかもサーフシーン海の中で使うってなったら、水深だけじゃないんですよね。海の中ってやっぱ波のこの衝撃っていうのがあるから、過去に私も波の衝撃で水没しちゃったことっていうのが昔あったので、そういうのも踏まえてもやっぱ耐久性がアップしてくれたってことはとても素晴らしいし、やっぱアクションカメラの醍醐味、耐久性っていうのが醍醐味だと思うので、信頼を置いて海の中に持っていけるカメラだなっていう風に今回すごい思いました。はい、ということで、今回はねちょっと先行して発売前に DJI Osmo Action 5 Pro 撮影してみたんですけど、今回私も初めて使ったし、本当もっといろんな機能があるんですけど、それをまだまだ引き出せてない部分もたくさんあると思うので、でもこれからの私のメインカメラになること間違いなしなので、いろんなシーンで使ってみて引き続きレビューだったりとか、性能の方シェアしていけたらなと思ってます。そんなわけで、今回はちょっといつもと違った、カメラの雰囲気だったり色味だったりとかしたと思うんですけど、いつもに比べてどうだったかなとか、いろいろ感想だったりとか、アクションカメラについて質問とかもしあったらぜひコメントで教えてください。そして少しでも参考になったよって思ってくれる方はぜひグッドボタンとチャンネル登録も押していただけたら嬉しいです。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。